どうかなミンミン。ブランクある割には結構弾けてるくない？ 10 点ですわね。わお、聞いたのぞみ、10点だって。それって多分100点満点ですわ。やっぱり。なんで手元を見すぎ、ショルキーの重さに振り回されている、シンプルにミスが多い、エトセトラエトセトラ。それに加えて証拠りもなく変なあだ名をつけたからですわ。セミみたいで可愛いじゃん。それとももじもじの方が良かった？変なあだ名をつけるなと言っているんです。ミンミンが怒った。ずるいですわよ。へへん、あんちはけん、ベロベロバー。あんまりからかうとルリガキさん怒って帰っちゃうよ。やだ。ごめんねミンミンと話してると楽しくて。見えすいた嘘を。私と話していて楽しい？そんなことあるわけありませんわ。そんな自信満々に言わなくても。楽しいよ。ねえのぞみ、ミンミン面白いよね。ちょっと私に振らないでよ。じーと私もルリガキさんは個性的で面白いと思うよ。ちょっと誤解されやすいところはあるかもだけど。のぞみがミンミンを壊した。そうなのですわ。私こう見えて結構面白いタイプの人間なのです。ただほんの少しだけ誤解されやすいところがありますの。のぞみさん、よくお分かりになりましたわね。どうも。ずるい。のぞみばっかりミンミンに気に入られて嬉しくないから。そこのトンチキと違ってのぞみさんはなかなか見どころがありますわ。ベースに関してもプレイングに自信がないのがたまに傷ですが、技術自体は大したもの。実際私から教えるようなことはほとんどありませんわ。一応物心つく頃から弾いてたので。まあ奇遇ですわね。私の場合は物心つく前からですけれど。ねえのぞみさん、私たちいいお友達になれるんじゃないかしら。遠慮することはないわ。確かに私は頭も良くて運動もできて、その上美人でお金持ちのパーフェクトエリートですけれど、庶民の方と友達になるぐらいの器量は備えてますのよ。ねえミンミン、私はそうだよルリガキさん。最初にルリガキさんに声をかけたのはミズキなんだし、仲間外れにしたらかわいそうだよ。嫌だわのぞみさん。ルリガキさんなんて他人行儀な。私のことは気軽にもみじちゃんと呼んでいいのよ。急にそんなこと言われても困るっていうか。私お友達にちゃん付けで呼ばれるのが夢だったの。叶わないと思っていたけれど、人生何が起こるかわからないものね。チラチラ。めちゃくちゃ期待してるよ。そうだね、もみじちゃん。なんて甘美な響き。もう一度呼んでくださらない？ねえミンミン。ああ騒がしい。どこかで季節外れのセミでも鳴いているのかしら。さあのぞみさん、恥ずかしがらずにお呼びなさい。もみじちゃんと。私はただ普通の高校生活を送りたかっただけなのに、どうしてこんなことに。
ここってもしかして漫才部の部室だったりする？見ない顔ね。ああ、この子楽器しょってるってことはもしかして。私軽音部入りたいんだけど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 。やったー！軽音部かっこ仮にようこそ。私はみずき、キーボード担当。こっちはのぞみ、担当はベースで私の親友。どうも。でこの子はみんみん、お嬢様兼ドラム担当だよ。私は小柄しれん。堅苦しいのは嫌いだから、レンとかレンちゃんとか適当に呼んでよ。オッケー、じゃあレンレンね。レンレンってまあいいけど。てかそっちのミンミンってのはあだ名？まさか本名ってことはないよな？当然ですわ。私には瑠璃垣もみじという立派な名前があります。瑠璃垣ってまさかお前、あのもみじ様か？その通りですわ。成績優秀、容姿端麗、家柄もよく運動神経も抜群のあのもみじ様よ。英語の先生を辞めさせて吹奏楽部にイチャモンをつけて出禁になり、目の合った生徒に片っ端から喧嘩売って歩いてるっていうそこまでとは聞いてなかったんだけど。すごいね。ミミってもしかして不良？誤解ですわ。いい機会ですから訂正しておきますけど、巷でささやかれている私の風評、あれはすべて根も葉もないデマなのですわ。本当かな？本当です。そもそも英語の先生のあれはたまたま私と口論になった後に転勤になっただけで、私は何の手も下していません。吹奏楽部の件だってあんまりにもレベルが低いから、この私が善意でアドバイスしてあげたところ逆ギレされただけ。目の合った生徒に喧嘩を売っているというのも、廊下を走ったりポイ捨てをしているところを見かけて注意したら無視されたので、少し強い言葉を使っただけなのですわ。いや、思いっきり根も葉もあるじゃん。そこまで行くとむしろ大木レベルだろ。っていうかもみじちゃん、この前話した時は英語の先生は自分が辞めさせたって言ってたような。それはあの場ではそう言った方がかっこいいというかすごそうに見えるかなと思って。とにかく私は潔白なのです。まあ
変なやつだってことはよくわかったわ。変じゃない。まあまあ、そんなことよりレンレンのことを聞かせてよ。レンレンはなんで軽音部に入ろうと思ったの？そんなこと？ごめんね、もみじちゃん。みずきも悪気があるわけじゃないんだけど、デリカシーって言葉を知らないみたいで。なんでって、そりゃあれよ。掲示板に部員募集の張り紙貼ってたろ。イフ優勝プロミュージシャン。あれ見た時にビビッときたんだよね。花の高校生活、ドカンと派手な花火あげてやりますかってな。やれやれ、ここにも一人考えの甘いおバカさんがいたとは。なんだよ、文句あんのか？それはもう星の数ほどですが、私も一応軽音部に籍を置くと決めた身。今さらその件について蒸し返すつもりはありませんわ。とりあえず今はイフ優勝はあなたが考えているほど甘くないとだけ言っておきましょう。いちいち尺に触るやつだな。お前らよくこんなやつと一緒に部活やってられるな。それにはいろいろと事情がありまして。もみもみは変な子だけど、慣れると結構面白いよ。変な子は余計ですわ。それでレンさん、あなた楽器は？まさかベースではないでしょうね。そこは大丈夫。張り紙にギターかドラムって書いてたからギター買ってきたぜ。やったー、これで欲しいパートが全部揃ったね。そうだけど。ちょっとお待ちなさい。レンさん、あなた今買ってきたと言いました？それがどうしたよ。一応聞いておきますけど、レンさん、あなたギターを弾いた経験はおあり？はあ？そんなのあるに決まってるだろ。さすがにそうですわよね。昨日買ってきて家でちょっと弾いたぜ。いやー、思ってたより難しいもんだな。それだけですの？それ以前には全く全然触ったことがない？ど素人以前の超初心者？おいや。なんだよ、張り紙にはみんな初心者だって書いてあったぞ。それはそうですけど。小学校までピアノ習ってました。ベースは小さい頃からずっと。でもバンドを組んだり誰かとセッションするのは初めてだよ。専門はピアノですが、楽器なら大抵のものは弾けますわ。なんだよそれ、お前ら全然初心者じゃないじゃん。もみじちゃんはその頃はいなかったし、私もみずきもちゃんと活動してたわけじゃないから、初心者みたいなものかなって。みずきも何か言ってよ。そういう風に書いた方が人は集まるかと思って。フォローになってないよ。別にいいじゃん、初心者でも。あの張り紙を見てわざわざギターを買ってきてくれたんだよ。それだけでもすごいことだよ。それだけやる気があるんだったらあっという間に上手くなっちゃうよ。そういうもんか？そういうもんだよ。それにうちにはもみもみがいるもんね。私ですか？だってもみもみ言ってたじゃん。わからないことがあれば私が手取り足取り何でも教えて差し上げますわよって。いえ、私は厳しく指導すると言っただけで。もみもみギター弾けないの？もみもみが教えてくれたらレンレンもすぐに上手くなると思ったのにな。弾けないなんて言ってませんわ。私は音楽の名門瑠璃ガキ家の人間。専門ではありませんが、初心者に教えるくらいはわけありません。いいでしょう。レンさんと言いましたか？この私が責任を持ってみっちり教えて差し上げますわ。こいつに教わんの？私嫌なんだけど。もみじちゃんは口はちょっと悪いけど教え方は上手だと思うし、根は悪い子じゃないはずだから、ちょっと大変なところもあると思うけど頑張ってみてほしいというか。
そう言われてもな。無理をしなくてもいいのよ。口だけのアマちゃんに教えたところで途中で嫌になって投げ出すに決まってますし。カッチーン。もみじちゃん、今の言い方はちょっと。私は間違ったことは言ってませんわ。1万歩譲って素人がイフ優勝を目指すことには目をつむりましょう。この私が指導して差し上げれば優勝の可能性がないこともありません。でも本人にやる気がないのではお手上げですわ。レンさんだって格好だけの努力で貴重な青春を無駄にするのはお嫌でしょ。もみじちゃん。やいやい、さっきから黙って聞いてれば誰のやる気がないって。確かに私は素人さ。初心者以下のど素人だけどな、やる気だけは本物だぜ。上等だよもみじ。お前のレッスン受けてやろうじゃんか。ただし真面目にやっても上達しなかったらその時はお前の教え方が悪いってことだからな。そん時は覚悟しとけよ。もちろんですわ。私の指導を真面目に受けて上達しないなんてことはありえませんから。もみもみやるね。レンレンを挑発してうまく乗せちゃったよ。狙ってやったわけじゃないと思うけど。っていうか、この二人大丈夫かな。というわけでその日からもみもみとレンレンのマンツーマンの練習が始まったのです。うわー、指が痛え。我慢なさい。そのうち指先が硬くなります。今痛いんだよ。なら指サックでもはめておきなさい。毎日毎日コード練習ばっか。地味、退屈、飽きた。千里の道も一歩から。基本ができるようになればどんな曲でも弾けるようになりますわ。そりゃそうだろうけど、これじゃモチベ上がんねえよ。仕方ないわね。じゃあこうやって続けて弾いてみなさい。すげえ、曲になった。見たかもみじ。たったの10日で1曲弾けるようになったぜ。ブラボー。まったく素晴らしいですわね。よせやい。そんなに褒められると照れるだろ。私の才能が。なんだよ、私のこと褒めたんじゃないのかよ。なんでレンさんを褒めないといけないのですか。ど素人のあなたが拙いながらもたった10日で1曲弾けるようになった。これはつまり私の指導力が素晴らしいということでしょ。何が素晴らしい指導だよ。バカみたいに宿題出しやがって。おかげでこっちは家でも学校でも練習地獄だ。あんだけやれば猿でも弾けるようになるっての。普通のやつならとっくにやめてるからな。つまりすごいのはやめずに頑張った私ってこと。あの程度の練習、私は子供の頃から毎日こなしていましたわ。なるほどね。音楽に全振りしたせいで人間力が弱々になっちまったわけか。そりゃぼっちになるわ。どうしたもみじ様。図星疲れて顔が真っ赤だぜ。お黙りなさい。パワーコードが弾けるようになったくらいで調子に乗って恥ずかしいったらありゃしない。オープンコードにバレーコード、ブリッジミュートにカッティングと覚えることはまだまだ星の数ほどあるんですから。大口を叩くのはそれらをすべて完璧にこなしてからにしてほしいですわね。上等だぜ。オーブントースターだかレインボーブリッジだか知らないがまとめてかかってこいってな。あの二人また喧嘩してる。毎日毎日よく飽きないね。それでいてレンちゃんはしっかり上手くなってるし、なんだか不思議な感じ。よく言うじゃん、喧嘩するほど仲たがいいって。それじゃあただの不仲だよ。
ああ、もしもしリナ？うん。いや、部活中。そうだっけ？悪い、すっかり忘れてた。今日はちょっと忙しい感じなんだけど。すねんなよ、わかったから。じゃあ、いつもんとこな。つうわけで、あたし今日はこんくらいにしとくわ。お待ちなさい。これくらいにしておくってどういうことですか？友達と遊ぶ約束しててさ、ダブルブッキングってやつ。は？部活と友達、どちらが大切なのですか？そりゃ友達だろ。即答した。レンさん、私たちはイフ優勝を目指しているんですよ。遊んでいる暇など1秒だってありません。特にあなたは初心者なのですから、人一倍練習をしないと。待ってるって。その分宿題は多めにやっとくから。そんじゃ、お先。ちょっと、私の話はまだ終わって。ああ、もう、なんなんですか。まあまあ、レンちゃんずっと頑張ってたし、ちょっとくらい息抜きしてもいいんじゃない？それよりさ、久しぶりに私のキーボードも見てよ。まあ、凡人の割には確かに頑張っているようですし、今日ぐらいは多めに見て差し上げますわ。よ、さすがミンミン、太鼓判。それはただのメタボですわ。ふざけてないでさっさと弾きなさい。はーい。ところがその日からレンちゃんの出席頻度が少しずつ落ち始めたのです。悪い、別の友達に誘われちゃってさ。今日は家の手伝いがあるんだわ。昨日オールしちゃってさ、眠くて死にそう。つうわけでパス。いい加減にしなさーい。うわ、なんだよ急に。頑張っているからと多めに見ればつけ上がって。レンさん、あなたいくらなんでもサボりすぎですわ。仕方ないだろ。もみじと違って私は友達多いんだ。いろいろと付き合いってやつがあるんだよ。言い訳なんか聞きたくありません。レンさん、あなた本当にイフで優勝するつもりがあるんですの？うっさいな。あるって言ってんじゃん。私にはとてもそうは思いません。今のあなたはようやく初心者用の譜面を1曲弾けるようになっただけ。ライブはおろかセッションすら程遠い状態なのですよ。だから今日は部活来てるじゃん。大丈夫だって。すぐに上手くなってみんなに追いついてみせっから。ほら早く練習しようぜ。もみじちゃん何すんだよ。私口先だけの人間がこの世で一番嫌いですの。ろくに練習もしないでどうやって私たちに追いつくというんです。あなたが遊びほうけている間に私たちはずっと練習をしているんですよ。悪かったよ。これから友達と遊ぶ回数少し減らすよ。それでいいだろ。呆れた。この後に及んでまだそんな甘ったれたことを言っているんですか？私は遊ぶなと言っているんです。はあ？なんだよそれ、むちゃくちゃじゃんか。私はそうは思いません。バンドを組む以上、私たちは運命共同体。下手くそなギターを抱えていて困るのはこちらの方ですわ。ああ、そうかい。私はお荷物だってか。ずっと我慢してたけど、もう無理。限界。私こいつとは一緒にやれない。レンちゃん。だってそうだろ。たかが部活でなんでこんなボロクソに言われなきゃなんないんだよ。だから選んで。こいつを追い出すか、私が出てくか。どうして私が追い出されなきゃいけないのですか？わかんない。お前が最低の自己中野郎だからだよ。確かに言ってることは正しいよ。でもさ、それ言われた相手の気持ちを考えたことある？私は今最低の気分だよ。恥ずかしくて惨めで消えちゃいたい。あんたのおかげでね。私はそんなつもりじゃ。ほら早く選んで。選んでって言われても。選ばないよ。軽音部に入るって決めたのはレンちゃんでしょ。続けるかどうか決めるのも
レンちゃんだよ。私は続けたいよ。でももみじのやつが。私はどっちも正しいし、どっちも悪いと思う。だから、どっちかの味方はしたくない。そうかよ。今まで世話になったな。じゃあな。レンちゃん。いいの？レンちゃん行っちゃうよ。今追いかけてっても喧嘩になるだけだし、レンレンも私たちもいろいろ考える時間が必要だと思う。口先だけのレンさんのことです。何日かしたら戻ってくるに決まっていますわ。もみじちゃんの予想に反して、その日以来レンちゃんが部室にやってくることはありませんでした。レンちゃん、このままやめちゃうのかな。あんな人やめて正解ですわ。不真面目で下手くそで口だけで、あんな人と一緒にバンドを組んだらこっちまでダメになります。もみじちゃん。もみもみはそれでいいの？こんな風にレンレンと喧嘩別れみたいになっちゃって。だって仕方ありませんわ。私たちはイフ優勝を、そしてその先のプロを目指しているのです。レンさんとは考え方が違いすぎますわ。第一、やめると言い出したのはレンさんです。嘘つき。だったらなんでそんな顔してるの？もみもみ、めっちゃ後悔してるじゃん。本当はレンレンに戻ってきてほしいんでしょ？私はもみもみとレンレンいいコンビと思ったよ。レンレンに教えてるもみもみは楽しそうだったし、教わってるレンレンだって生き生きしてた。だからあんなに早く上達したんじゃない？私だってそう思っていましたわ。でも違いました。結局そうなのです。良かれと思ってやることがいつも裏目に出る。レンさんが本気だと言うから、私は寝る間も惜しんでギターの勉強をして、わかりやすいように飽きないようにとメニューを組んで、早くみんなに追いつけるように一生懸命教えました。でもレンさんにはそれが重荷だった。滑稽ですわね。私はレンさんを羽ばたかせるつもりで翼をもぎ取ってしまったのです。もみもみ、やっと気づきましたわ。レンさんの言う通り、私は最低の自己中野郎です。一人で何でもできるのに、みんなとは何もできない。触れるものみんな傷つける協調性ゼロの疫病神。ねえ、水木さん。どうしてあなた、あの時私を追い出してくれなかったの？あの日からずっと悩んでいましたけど、やっと決心がつきました。水木さん、私、軽音部を退部しますわ。聞かないのに
つうわけだから私部活やめるわ。行こうぜリナ。行こうぜって本当にいいの？レンちゃん部活あんなに頑張ってたじゃん。そうだレンちゃん頑張ってたじゃん。やめるなんてもったいないぞ。そうだよ、せっかく弾けるようになってきたんだもん。もうちょっと頑張ってみようよ。無理、決めたことだし。てか私の心配よりそっちで願ってるジョー様の心配したら。また間違えた。今度こそはと思ったのに私はまた間違えてしまった。やばじゃないよ。どうするの水木。どうにかするっきゃないでしょ。こんなところで私の夢は終わらないんだから。次回対バン第4話。解散。